俺の中で不思議な力を持つルアーってあるんだけど、なんか BT ホースとこいつは何かの時に必ずバカって食うわ。しかもでかい魚が。ちょっとリグロか。2022年のシマノルアーの新製品でビッグベイト、名前はねアーマージョイント。季節はね今真冬、もう極寒の本当の真冬になりました。そんな中で昨年初夏からずっとこれテストしてて、3ピースボディっていうのも割と仕上げていくのが難しい部類のビッグベイトっていうのは確かなのね。そんな中にいろんなギミックを今回搭載してるんで、それをこう煮詰めていくのにやっぱりそれなりの時間をかけた方がよりいいものになるんで、っていうことでよりいいものもうすでになってきてます。で細かいね仕様はまた別でお話しするとして、だいたいこんな感じで、もう肝はアーマーブーストぶっ飛ぶっていうまっすぐってことでテストです。今日もシマノね2022年新製品ビッグベイトです。その名もアーマージョイント 190SF。 これね簡単に言うと、3ピースボディのグライドベイトっていうタイプのものになります。特徴としてはもうすごく今回画期的な、システムが載せてあるの。アーマーブーストっていうシステムと、プチロックでいわゆるねこのフラッシュブースト、一番核となるのは今回の、アーマーブーストっていうこの機能です。これが搭載されたシマノの2022年新しい、ビッグベイトグライドベイトアーマージョイント 190SF です。魚が浮いて食うにはまだ香料が足らんわな。真冬なんて本当にドピーカンの方が魚浮いてくれるもんで、こういう釣りは絶対優位に働くわ。スイムジグとかでボトムスレスレとか当てていくような釣りは今の時間帯がめちゃめちゃチャンスや。両方とも膨張系なもんで。これの場合このフック引っ掛けるとこがちょっと後方にあるもんで、ここをうまくクリアランスちゃんと上げとかないと稼働しへんでしょ。なのでそれを避けてのだいたいウエイトと同じぐらいの位置。ビッグベイトスイングベイトで絶対ボトムで当てていくとか立てるとかそういうのは別として、普通にスイミングさせて見せて食わせるアプローチっていうのはやっぱりルアーが水平姿勢で泳ぐことを考えた方がバイトにはつながる。素直なバイトにはつながる。リアクションでねジャークとかトゥイッチで緩急つけて、その間にルアーが頭を上に向かせて浮上させるとか、そういう仕込んでいく釣りは別になるんだけど、食い上げてきたわ。かかりがやばい。やばい。
ばいよ、かかりが。おお、引く引く。かかりやわ。バッチリやん。よいしょー、はい、完璧なフッキングです。このかかり方、ここでしょ、セカンドフック。やばいと思う。アーマージョイント。完璧です。やっぱこれ食うな。俺の中で不思議な力を持つルアーってあるんだけど、なんか BT フォースとこいつはなんかの時に必ずバカって食うわ。しかもでかい魚が。いや、やっぱこのルアーやばいよ。基本的に真冬っていうともう水温が1桁台でしょ。デッドスローが開幕っていうか開幕し始めた頃かな、今回ね、この季節でそのデッドスローゲームにこれが果たして使えるのかなっていうところもあってやってみたかったんだけど、バッチリ普通に食ってくるね。デッドスローって僕がやってたシグナルのブラックドラゴンってあれがもうほぼ元祖みたいな釣りで、そんな中でこいつもいけるかなと思って今回から投入し始めて、スピードとその動きの関連性を見た時におそらくこいつは食うな、なんかね、ワーム的要素を持っとんのね。で泳ぎもやっぱりこのボディバランスで水をこうバンバン押すんじゃなくて抜けてくる感じ。ハイシーズンとかのグリグリピタってやるとこいつはモワンって攪拌させるんだけど、そうとは違ってデッドスルーに行くと今度真逆方向で水を抜けてくるっていう、それがワーム的要素的に泳ぐもんで、だからもうほぼオールシーズンオールスピードで使えるっていうことが証明されたっていうことやよね。ではね、このアーマーブーストっていう今回シマノのビッグベイトに新しく搭載された機能なんですけど、どういうものかっていうと、ズバリこんなに折れ曲がるんですよね。特殊金具でボディがこうもう本当に2つにパタッと折れ曲がる。こうなることによってじゃあ何がいいのって話なんだけど、ズバリ飛ぶんですよ。飛ぶ。普通のビッグベイトっていうのはこんな感じね、曲がっても90度もしくは75度とか、これぐらいの角度がよくある。すごいこう飛んでこうとするときに空気抵抗でまず距離が伸びない、もしくは空気抵抗でスライスする。あそこに投げてえなっていうのにあーって曲がる、もっと投げたいなっていうのにブーンって空気抵抗で落ちちゃうっていうのを全て排除したこのアーマーブースト、この折れ曲がりなんですよ。だからまっすぐ飛ぶ、まっすぐ投げれる。しかもそれでいてすごく飛ぶ、飛距離が抜群に伸びる、そんなビッグベイトなんです。それに付随してじゃあボディがこんなに折れ曲がるとフック絡んじゃう時が出てきます。これ絡まないでしょ、フック。わかります？これなぜ絡まないかっていうと、この金具、これね、ここです。プチロックっていう機能がついてます。プチロックにフックアイをパチッとはめることでフックが固定される、ボディに、これで絡まなくなるのね。これ折れ曲がっても。だからキャストによってラインがフックに絡むとかっていうのがものすごく軽減されてる。これね、皆さんこんなビッグベイトでこんなにフックロックしちゃったらフッキング悪いんじゃねえのって思うでしょ。逆にこれが刺さる。しかもガツって刺さる。やればやるほどかかるし、そのかかり方が深い、バレにくい。なのでアーマーブースト付随してこのプチロックもすごく画期的な機能、今回ね、この2つがすごく重要な機能だと思う。何ら水をしないでしょ。駆除し始めて躊躇なく食うって感じ、気づいてビューってきてスポーンと
プチロックね、これかかった状態で今日ずっとやってるけど、使い始めた時にこんなにフックロックしてかからんでしょうと思ったけど、かかってくんやよね。でしかも深くかかるでしょう。逆にこれが俺は効いとると思うね。これロックが外れてるとフックが自由に回転するでしょね。バキュームしてすぐ吐くさかな。その狭間でどうかけるかっていうところで、やっぱりこうぐるぐる回るよりかは、このプチロックでロックするとまずフックが回らないでしょ。これ一旦かかっちゃえばもうこのまままっすぐ力がかかるわけじゃん。ねじれができないっていうかだと思う、このシステムは。めちゃめちゃ飛んでくやろまっすぐ弾丸ライナーってこのことやよね。ルアー変えるわ。今尻尾噛んだぞ。もっと早くても食うんかな。ギアレンジ下げるわ。この飛びがいいよね。これ 1.3 倍、大げさには 1.5 倍飛ぶよな。完全に弾丸ライナーでまっすぐ飛ぶもんで、キャスト精度がめちゃめちゃ決めれるんやって。ビッグベイトとかジャイアントビートスライスする瞬間って出てくるやん。そうじゃなくて本当にまっすぐ飛ぶもんで、もうライン取りがもうまっすぐ綺麗にできるっていうさ、それ本当大事なとこなんやて。こういうゆっくりトレースする釣りとか面を切っていくような釣りは50センチ離れたらもう食わんなんていくらでもあるしさ、距離感ちょっと違ってくるもんな、こいつでいくと。だからおかっぱりとかまあまあやばいと思うわ、これだけ飛んだらさ。これね、今やってるのが水深、今の琵琶湖の水深で 2.5 メートル。いわばこの真冬で言えばね、俺の中ではシャロー、をちょっとこうビッグベイトっていうかアーマージョイントで、ビッグベイトの持つ力でこうスイッチガツって入れていたら食わせるっていう展開。本来でいけばもうこの水温一桁台で安定してその超過を求めていこうと思ったら、もう1ランク2ランク深いレンジをルアーの映像も深くしてってやっていった方が超過には結びつきやすいのね。あえてそのビッグベイトの持つ力でこう瞬殺能力っていうの、いわばそれを利用しているものを出会わせてカチッてスイッチを入れるっていうことに関しては、やっぱりシャローっていうステージはすごい得意な、ビッグベイトが得意な分野になるんで、いくら真冬といえども今はね、それをすごいこう重点的にやってる感じ。水がすごいクリアアップしてるんで、やっぱ水温低下とともにそれなりに視認性も高くなるんで、
深いレンジにいるやつも押し上げやすいっていうかさ。で、押し上げてからのバイトに持ち込むのは、やっぱりアプローチの精度とルアーの性能、そこに左右されてくるんで、そういう点ではこのアーマージョイントはいわゆるすごいナチュラル系なんで、こう訴えかけが、冬って水硬いでしょう。でそれをバンバン叩くのもありだけど、逆に水と戦わずにぬるぬる滑ってきた方が自然に口を使ってくれるっていうのが結構あるんで、そういう点ではすごいこの展開でもやりやすいルアー。じゃあってそんなスルスルのルアーなんだって思いがちだけど、この説明を聞くと、ハンドリングジャークとかリーディングジャークでグリグリってやると逆に今度水をバンバン押すんで、かき回すっていうか攪拌するんで、だからスピードによってそこは可変してくるんで、理にかなってるって感じかな。このね、アーマージョイント 190SF。いわゆるね、グライドベイトなんだけど、どういうものかっていうと、巻くと、いわゆる S 字。こう、ゆっくり巻くとワイドに泳いで、巻きスピード速くしていくと、よりタイトに泳ぐようになる。これはもう当たり前のことね。それだけじゃ終わらないのが、このアーマージョイント 190SF。いわゆるね、ドッグウォーク。水中ドッグウォークっていうのも、実に簡単にできる。リールをクリックリってやるだけで、これ本当に、映像とか見てもらうと分かるけど、綺麗にドッグウォークします。速いドッグウォークもできるし、ゆっくりのドッグウォークもできる。それがルアーのトータルのねレスポンスがいいんで、糸も簡単にできちゃう。あとはジャーキングテクニック、リーディングジャークですごいジャークベイトのように不規則にグライドさせたり、バタつかせたり、ドッグウォークさせたりっていう複合のアクションがすごい簡単にできる。これスローフローティングなんで、普通に巻いていくとレンジ的には潜っても入り込んで1メートルぐらい。あとは貼り付けなまりとかでウェイト調節してレンジは下げれます。そんな中でドッグウォーク、グライド、ジャーキングっていう多彩なアクションができる。っていうことは、その場所やバスに合わせてすごいいろんなスイッチの入れ方ができるっていうところなんですよね。しかも誰がやっても簡単にできます。使えばわかるけど、すごく綺麗に泳ぐ。今回は真冬のもう水温1桁台なんで、もう本当にデッドスローゲームっていう琵琶湖で、ね、代表されるアプローチの仕方なんだけど、この時にアーマージョイントっていうルアーは水を決してねバーンって弾くんじゃなくて、自ら自分のボディで逃がしながら抜けていくっていう感じので、それでいてかつ綺麗にぬらぬら泳ぐっていう、だからそこの感覚がやっぱり俺がワームって呼んでる感覚的なところなんだけど、ハイシーズンだとやっぱりこう食えっていう感じでバカッと食わしたりっていう要素がもっと増えてくると思うけど、やっぱり今この真冬とか初夏、バスが本当にスローモードであまり速いルアーは追わないっていうところにおいては、この領域のスピードでしっかり綺麗にアプローチ、綺麗にアピールできるっていう、そこがねすごい重要なのね。リップがついたビッグウェイトとかは逆にリップがついてる分強く水を叩くし、じゃあってこのリップレスのアーマージョイントっていうのはそれとは真逆で、水を抜けながら来るっていう正反対っていうか、だからアプローチの使い分けとしてはすごくやりやすいよね。で、意外にこのデッドスローで巻いてももうタックルも重要になってくるんだけど、そのロッドっていうルアーが今首振ったっていうのが分かる。もちろんラインにも出るけど、だからよりこう巻きやすいっていうか、巻いてアプローチをしやすいよね。すごくいいと思う。うわ、当たった。おっしゃ、食った。二度食いしてきたわ。うわー、飛ぶな。うわ
ちゃ引くぞこれ。やばい。おっしゃいやつや。クオリティ。これもがっつりかかっとるわ。ほら、おっしゃー、ビッグワン。ほら、これ超ハイクオリティ。これ完璧やろ、このルアー。やばくね？まあ二度食いしたよ。ポンポンポン。狙い通りね。気持ちいいね。何が気持ちいいって、こうものすごく綺麗に釣れた魚、釣れたアプローチ、釣れたゲームっていうので、やっぱりね、なんかすごいワームっぽい泳ぎが、シャロー寄りのミドルに近い部分の残ったウィードに、コンタクトしてるかなって感じで、まあウィードの上っ面をスラスラスラって流すような感じでやったら二度食いしてきとるもんね。一発トンってきて離して、その後ズゴッと入ったもんね。そういう食い方ってやっぱり本当に疑ってないっていうか、ルアーをね。いやー、やばいねこれ。はい。じゃあ終わりますか、今回は。ルアーの性能で魚をきっちり取れたっていうところでね、バッチリじゃない？性能が良くて使いやすいってところがやっぱり今のこのご時世のルアーとしてはもうかなりレベルは最高峰に仕上がってるのかなと思います。ってことで帰りますか。アマジョイント 190SF ね。まあ当初できた頃から開発の人がうちに持ってきて、実はこんなん作りましたというところからテストフィッシングが始まりました。季節的にはね、秋からスタートした。で、秋っていうのはやっぱりすごいね、ベイトを果敢に追う時期なのね。そんな中でまず取っかかり始めたのは速いスピード、リーディングジャークで速いスピードでこう浮上させて追わせてリアクションでバカンって食わせるっていうところから始まった。こいつやっぱり動きがすごいレスポンスが良くて、グリピタとかいろいろ何でもできるのね。そんな中で秋のそのハイスピードリーディングからのストップかけてリアクションで食わせるっていうところはまずクリアした。季節が進行して冬、冬になるとね、やっぱり速いスピードじゃ食わないのね、今度。ただミドルより浅いところにはでかい個体が残る、シャローとかね。そいつらはやっぱりスローでもきっちり疑いのない泳ぎをするものに対してふわっときてバクって食うことがある。それをうまくできたのが冬のこのテスト。普通に巻くだけでこいつは本当に綺麗にグライドしながら泳ぐんで、まあ簡単に騙せるのね。それでいてでかいやつがすごい好んで口を使ってくるっていうところで、またさらに季節が進行して春、スポーニングを意識しだす個体はまだまだ動きが鈍い。だけどレンジがすごく変わる。あと追わない、そんなに早く。そんな中でしかもナーバスだからなんかスイッチを入れるようなこうエッセンスを与えたアプローチじゃないと特にでかいのは口使わない。そんな中でやっぱりね、ドッグウォークとかスースリージャークとか、とにかくストップを入れてからのバスに見せて寄せてストップ入れて見せてストップ入れて食わせるっていう、そういうねリアクション的なアクションもこいつはすごくできる。いろんな展開、いろんなアプローチができるから
だからこそ1年通して使えるっていうところかな、このアーマージョイント 190SF。 琵琶湖、リザーバー、池川、フィールド問わず1年通して使える、もうしかもそれでいてすごく使いやすいビッグベイト。はい、おはようございます。ズバリこれアーマージョイント190スローフローティング SF っていうのと、このニューバンタム 1711MH プラス SB っていうのがものすごい相性がいいよね。それを使って今日はちょっとテストフィッシングということで、琵琶湖ですけどやってみます。一番最初のファーストテストフィッシングの時はもう冬に入り始めのいわゆる残存ウィードとかを主体にやってったんだけど、今回は春、水温がもう高い時で15度以上いくんで、おそらくスポーニングも意識している個体とかが動き始めて、ナーバスで難しい時期なんだけど、レンジ的にはシャローメインっていうかミドルレンジからもう本当にシャロー、ドシャローっていうところもあるかもしれないけど、そういうところを踏まえて、今回はやる展開になるかな。なんかね、例年より早く白カキが入り始めて、で昨日の大雨でドカッと入って、ちょっと一番最悪な状況かな。なんで0-1みたいなもんになると思う、このテストフィッシングは。それでも取れたらやっぱりこのルアーの凄さっていうかね。ちょっとあれ取るよな。天気予報に反してちょっと荒れてます。めっちゃ食いそうやけどな、思ったら。ちょっと水温下がって抜け取るかもね。もうだってこの季節やったら多分ここは水位下がらん限り魚の出入りは激しくなるはずやから。ただフィーディング場所とは違うんやね。割と居つく場所っていうか、まだ春でしょう。この前の季節って完全にこうボトムでも餌食うし、表層でバコーンとか餌も食う、オールレンジで餌を取る体勢っていうか体になっとるバスたちなんやね。でも今のこのまだ冬から来て春のバスって水面に行ってボコって食うかって食わへんねんね。ある程度もうボトムとか水中で食っとるんで、じゃあそれをこうサスペンドした時にどう取るかって言ったら、やっぱり時間稼ぎ、誘い上げて見せてあげて食わせるっていう、でリアクションで食わせるっていうところにおいては、ドッグウォークとかリーディングジャークで間合いを作る、ストップっていう止めるタイミングを絶対入れて浮かせて動かしてバコって食わせるとかっていう、そのメリハリをつけて、で必ず止める時間を作ってやるっていうところで浮上させて食わせれるっていう。リップレスでグライドとかこういうグライド系のやつでいくと、こいつは多分ね、誰がこうパッケージから出して結んでちょんちょんちょん、これ綺麗になるのね、誰がやってもこういう風に。だけど
テクニックっていうか慣れがいるタイプのまあルアーっていうのもあるのね、だから難しいなと思って離脱しちゃう人とかもいるんだけど、これに関しては多分すごい簡単なんで、みんなある程度馴染めると思う、ただまあやりたかったらハイギアの方がやりやすいかな、ローギアよりかは。ラインをキュッキュッて巻けるんで、ここ多分気になるところだと思うんだけど、このアーマージョイント 190SF、 僕的っていうかタックルどういったのがいいのかなっていうところになると思うんだけど、ズバリもうずっと使ってきてるのがこれ。当初からこいつの相性がめちゃめちゃいい。シマのバンタムの 1711MH プラス SB2 っていうね、2020年新しいモデルなんだけど、これがまさにもうドンピシャでいい。でどういうとこがいいかっていうと、ロングバットでビッグウェイトロッドの中ではもう世界で一番ソフトティップなぐらい仕上がってます。なのでちょうどこれでかけに行く釣り、食わせに行く釣りにはぴったり。しかもこれね、投げてもらうと分かるけど、このテーパー設計がめちゃめちゃ綺麗に飛ばせる。遠くへ飛ばせる。7フィート11インチ。リールは場所によりけりなんだけど、ラインはメインが16で、ちょっとターゲットがでかい、あとストラクチャーが絡んでくるな、カバーが絡むなっていう時は20入れたりします。ラインでルアーをどんどんラインの重さで入れ込んでいきたいなっていう時はフロロカーボンで、バスより上を通してライン入れ込みたくないなっていう時はナイロンラインっていうところでいくと、リールはこうバンタムリールとか、あとアンタレス DC、 この辺りがすごくマッチします。時としてか結構ドッグウォークとかリーディングジャック対応するんで、ハイギアが使いやすい、まあそんなセッティングですね。ネットルやん。引けへんもんな。とりあえず当たっとるからいくか。あかん、ほら。あかんってもう。食った。一発やった。これ練っていくわ、食いが甘そう。よっしゃ。流れの下流側やったな。ネットやばいわ。回すよ。あかん、取れんわ。巨大やわこれ。おら来たよ。おっと、おら、おいやばい。これがアーマージョイントのパワーですわ。ほらやばい。いやもう完璧だよね、このルアー。すごいわ。
61.5。今回春のテストフィッシングですけど、マックス級でしょ。このルアーのすごいとこはね、とにかく飛ぶし、ビッグベイトって割とねいろいろあって、こうスライスしたり回転したりとかいろんな現象があるのね、キャスティングの中で。こいつはまっすぐ飛んでる、だから飛距離伸びるし精度が上がる。スパンって狙ったところにまっすぐ飛んでくるんで、とあとは操作感すごい。今回やってるリーディングジャークとかドッグウォークとかがめちゃくちゃやりやすい、それだけすごいバランスが取れたルアーなんで、まあ誰が使っても同じように綺麗に動かせれるっていう、そこがやっぱりこのルアーのすごいとこだと思うね。だからちゃんとしたああいう難しいナーバスなジャイアントバスも食ってくるっていうところだよね、すごい。